こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマバイトミー第4話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。今回なんですけど、私は結構 A 君に感情移入してしまって、なんかちょっとラストのシーンではちょっと泣いてしまったんですよね。なんかもういろいろとA 君の気持ちを考えながら、なんかそれまでもねすごくモヤモヤしていて、今回の話はだから、その A 君が最後の最後にウアさんに対してなんというかツッコミみたいなのを入れてくれて、なんかこう私としてもすごいなんだろう、モヤモヤしてたのをエイクがちゃんと言ってくれたって思って、なんかこう嬉しいのと、やっぱそれまで辛かったのとが合わさってちょっとうるっときてしまいました。まずね、先週のねラストから続いてるわけですけど、もうね本当下手かよみたいな感じで、その超不自然な感じでウアさんがエイクのことをデートに誘ったじゃないですか。もうほんと今回はウアさんは浮かれウアさんですよ。だって出会って間もない大学生の男の子、しかもなんかこう普通の男の子ですよ。アルバイトでデリバリーの配達員とかやってるような男の子を、いかにもね、上流階級の人が集まりそうな画廊のオープニング、しかも自分のお母さんの画廊のオープニングセレモニーに誘ってしまうってね、なんかもうその辺がこうエイクとの感覚の差も表してるのかもしれないんですけど、もう誘い方から、誘ってからの振る舞い方とかに、なんかもうこちらがびっくりしてしまう感じですよね。しかもなんかいきなり画廊に連れていくんじゃなくて、セレモニー用の高級スーツを仕立ててあげるっていう、そのためのデートを一回挟んでくるわけじゃないですか。いや別にいいんですけど、そういうのが嬉しい人もいるのはわかるんですけどね。でも行き先を教えずにエイクを店の外に連れ出して、でこう自分だけはウキウキワクワクしている状態で、ウアさんがね、なんかこうすごい上機嫌で気持ち悪いですよね。いやほんとごめんだけど、でもなんかちょっと浮かれすぎだよと思ってね。でもうなんかずっと顔も緩みまくっていて、最初の頃のクールなイメージのウアさんはもうどこへ行ってしまったんだろうっていう感じですよね。本当何もう浮かれウアさん。それはね別にいいんですよ。別にいいし仕方ないと思うんですよ。だってエイクみたいな天使がそばにいるんですもん。そりゃ誰だってもう浮かれウアさん、浮かれポンチになってしまうと思うんです。それはしょうがないと思うんですよ。エイクだからね。でもちょっとさすがになんか突っ走りすぎてるなって思うわけです。だってエイクにしてみれば、なんか突然すごい高そうなテーラーに連れて行かれて、でそこでなんかオーダーメイドのスーツを仕立てられて、でこれ全部おごりだよって言われるわけですよね。なんかウアさんはめちゃくちゃねそれで楽しそうだし、そういうことをしてあげられて嬉しい感じだと思うんですよ。でもエイクの方はこうね、天使だからねニコニコしてくれますよ。でもあれ愛想笑いじゃないですか。内心ですごい戸惑ってるわけですよね、彼は。なんで自分がこんなことをされるんだろうっていうふうに当然思ってるわけですよ。でもウアさんの方は自分が誘ってるんだから、画廊のことに関してもそのスーツに関しても全部自分がお金を出してあげる、コーディネートしてあげるっていうのが当然だし、むしろそれをさせてもらえることが嬉しいって思ってるわけじゃないですかね。エイクと一緒にお出かけができて幸せだなっていう、エイクもきっと喜んでくれてるだろうなって思ってるんだろうけど、でももうこれがまさに浮かれウアさんの盲点じゃないですか。
A 区が本当はどう感じてるのか、何を考えてるのかっていうことへのその想像力がちょっと足りてないよなってすごく思うんです。私はなんかこうA 区がお店でねこう採寸されている時のあの感じ、なんか結構ね嫌な感じがしました。A 区はそれでもこう笑っていて、その戸惑いをあんまり顔に出さないようにしてたけど、でもそれは天使だからです、彼が。すごくいい子だから。その辺はなんか本当にすごいなって思いますし、あの場でなんかすごいどうしてですかとかって聞かないのもマナーとしてねちゃんとできてるなと思ったんですよね。でもね、やっぱり言い方は悪いけどあの時の A 区はなんかこう傍目に見てるとね、ウアさんに買われてるように見えるんですよ。なんかこうお人形さんというかペットというか、なんかそんな風な感じ、こう対等な人じゃなくて、なんかちょっと物扱いみたいなのをされてる気がしたんです。なんかこれくらいね素直にありがたく受け取っておけよっていう人もいると思うんですけど、でもなんかもうパトロンと紐みたいじゃないですか、あれね。なんかそれでもお互いにそういう関係に納得してるんだったらいいんですけど、でも A 区は何も聞かされてなくて、その何も了解してないわけですよ。たとえその今の時点でお互いに好意を持っていたとしても、でもこれって変でしょ、こんなの別にお願いした覚えないんですけどって絶対思ってると思うんですよ。いや私だったら絶対思う。いやもちろんね分かってるんですよ。ウアさんには1ミリも悪気がないっていうことはちゃんと分かってるんですけど、多分ねそのもう才能の塊である A 君に対してもう自分は何でもしてあげたいし、その才能をもっともっと伸ばすためにいろんな経験をさせてあげたいし、見聞を広めてほしいし、それでシェフとして成長していってほしいっていうね、そのウアさんの親心みたいなものというか、広い意味での愛情なわけですよね、それが。だってそのやっぱいいことも言ってるしね、やっぱりシェフっていうのは料理を通じて人を楽しませる、喜ばせる仕事だっていう風に言っていて、それはまさにその通りだと思うし、エイクもそこは別に反論はないだろうけど、だけどエイクに対する扱いはまたちょっと違うじゃんって思いますよね。なんかウアさんからすればもう自分は A 君に対するその、気持ちだとかもうお金とかもう全部ひっくるめて彼に対する投資はもう全く惜しくないわけですよね。だけどそれがもうすごい空回っている回だったわけですよ。ちょっとね、いやーほんとこれはA 君もウアさんのことを嫌っていないからまだ良かったというか、なんとかなっている話なわけで、だって下手したらこれパワハラとかセクハラ案件になるじゃないですか。だって休みの日に呼び出してあれですよね、お互いに好意があるからなんとなく成り立ってるけど、全然その気がなかったらもうほんとパワハラじゃないですかね。たとえA 君の方もウアさんのことを好きだったとしても、多分ね好意はあると思うんですけど、だったとしてもちょっともうちょっと了解を取ってくれよって感じですよね。とにかく今回は浮かれウアさんの暴走にちょっと引いてる A 君の図でしたよね。で最後の最後そのシェフのコンテストには君が出るんだよみたいなことを言われて、でそれもウアさんからすればもうめちゃくちゃ A 君のため、 A 君にとっていいだろうって思って言ってるんだけど、でも A 君からしたらねもうこれまでたまりにたまったものがさすがにちょっと
ね、爆発するというか、そんな荒い言い方はしませんよ、彼は天使だからね。だけどちょっとさすがに行き過ぎではみたいな感じになったわけですよ。ちょっと僕戸惑ってますっていうのをちゃんと言うわけですよね。めちゃくちゃバチバチに決めたスーツ姿でね、もう自分も別にウアさんのこと嫌いじゃないけど、でもだからこそ言いにくいんだけれども、でもそんなモヤモヤを抱えたままではいられませんということでね、ちゃんと自分の考えとか気持ちを伝えてくれるわけですよ。もうね、偉い。A区はやっぱりもうなんだろう、すごいよくできた子ですよね。浮かれポンチのウアさんに真正面からあんなことをよく言えるよね。いや本当にすごいんですよ。ちゃんとしてる真面目な子。僕の気持ちをまず先に聞くべきじゃないですか。 P ウアのやってることは僕のためだって言いながら、でも実は自分の愛情表現を押し付けてるだけじゃないですかってね。そうなんだよ。なんか好きだったら何でもやっていいってわけじゃないじゃないですか。で、たとえそれが本当に A 区のためになると思っていても、でも A 区は望んでないかもしれないわけで、なんか気がつかないうちに愛情を理由にして傲慢になっていませんか、うわさんっていうね。それをやられている本人が A 区がちゃんと言ってくれるというね、もうこれも優しさですよ。真面目で優しい、本当に。だってこのままね流されて甘えていった方がもう1000倍楽なのにね、よく言ってくれるよな。このままねなんかなし崩し的にウアさんの愛人になったって多分普通の人よりもめちゃくちゃ楽な人生を送れると思うんですよ。料理だってできるし。いや別にね、ウアさんは愛人じゃなくて絶対的に本命だと思ってますけどね、エイクのことを。でもなんだろう、エイクとしてはその愛情を一方的に受け取るのはなしだよねって思ってるわけですよ。ウアさんの理想の男の子のふりをしておとなしくカゴの中にいるような、そんなんではないですよとちゃんと宣言するわけですよ。いや本当にね、天使は飼えないんです。ウアさんもこれで目を覚ましてくれるといいなと思いますね。なんかそんな感じでウアさんとエイクの関係は水面下でいろいろありましたけど、でも今回もねやっぱりドラマの映像はめちゃくちゃ良かった。お料理は相変わらずの飯テロ案件だし、スーツ姿の2人はねもう本当に眼福でしたね。もうめちゃくちゃかっこよかった。画廊のロケーションもすっごいおしゃれだったしね、あそこであんなシビアな話をするとはまさか思わなかったでしょうけど、ウアさんもエイクも。なんかあそこでウアさんのお母さんに紹介されなかったっていうことだけがなんかせめてもの救いですよね。いきなり母に紹介は怖いです、さすがに。でもなんか来週はむしろエイクのお母さんに2人で会いに行っちゃうみたいですね。なんかもうそれって息子さんを僕にください状態じゃないですか。でもエイクはエイクでいつまでもお母さんに内緒で料理の道に進むことはできないので、話に行くならね早い方がいいとは思います。だから頑張れエイク。そしてウアさんもなんか一緒についていっちゃうけど、そこはレストランのオーナー兼シェフとしてちゃんとした態度で臨んでいただきたいですね。浮かれウアさんじゃなくて。先走ってね変なことだけは言わないでほしいです。そしてサブカップの方もねなんか予想してなかった。急に2人のデート会が来てしまった。こっちもデートしてるんだと思って、なんかプレームさんにね連れられて、タイの伝統菓子の、マスターみたいなお方、プレームさんのおばあさんのお店の元従業員の人みたいですけど、その人のところを訪れて、それでビチ君の、課題のためにいろいろとねその取材をさせてくれたわけです。もうなんか図らずも
プレームさんとビチ君の距離がかなりね縮まっていて、こちらも着々とこう進んでいく感じですね。無邪気なビチ君にプレームさんはもう結構惹かれてますよね。2人はそのパティシエと写真家っていう違う道を追いかけながらも、でもこういつも隣にいるようなこう並走していくカップルになりそうですよね。で A 君みたいに真面目すぎないビチ君はなんかこう見ていてすごくほっこりします。安心感がある。でこのなんかマイペースなカップルはね、なんかあんまりこうバチバチせずにこうゆっくりと進展していってほしいなと思います。そんな感じで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。突然の告知なんですけど、ちょっと新しい試みで、私毎週火曜日の夜9時からライブ配信をしてるんですけど、次の回ではこのバイトミーの第4話、今お話ししてきた第4話をみんなで同時視聴する回っていうのをやってみようと思っているので、いつもはそのレビューは聞いてくださってるけどライブはあんまり見たことないっていう方も、もしよろしければその一緒にバイトミーを見ながらあれこれおしゃべりするっていう回なので、ちょっと遊びに来ていただけたら嬉しいです。そんな感じで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではではまた次の動画やあるいはライブ配信でお会いしましょう。